い、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は、タングス、ウェイナー SG スタジオエディションです。これは基礎モデル、ウェイナー SG をベースにした改良版だよね。KZ だったら、プロとかプロ X とかがつくやつ。まあ、そういうポジションになるでしょう。もともとウェイナー SG は人気あって売れてたから、ブラッシュアップモデルが出るんでしょうね。ジャックさん、聞いた感じどうでした？箱出し最初の主張で、ウェイナー SG の音だっていう印象だったね。で、波形測定してみて、なるほどという感じだったよ。では、そのあたりは後ほど詳しくお伺いします。パッケージ内容はこんな感じ。アクリルスタンドは数量限定だろうと思うよ。レビュー用に送ってくれたんだねきっと。エンジェルダックオーディオさんありがとう。それにしても側転部工のタッチとは随分違って柔らかい感じだね。側転部工は女帝だから冷徹さと威厳を表現しなきゃいけないからじゃないの？そうだね。カラバリはホワイトとブレックでどっちも今までのイメージとはちょっと違う感じ。これはこれでいいね。価格は3000円台。片側 3.5g という軽さでサイズはやや小ぶり。フェイスプレートがスタジオエディションらしいというか特別感のある雰囲気でいいわね。ドライバーはダイナミックタイプで新型 PET ということだね。PET 自体は以前と同じ。PET はポリエチレンテレフタレートの略。振動板素材ね。そう、既存のウェイナー SG との違いはこれ。ドライバーが新型、感度とインピーダンスがちょっと違う。これは測定すると片側で約3デシベル、ウェイナー SG の方が音が大きかった。スタジオエディションで少し絞ったってことかな。それとチューニング。ニュートラルで色付けの少ないサウンド。解像度と透明感の向上。これはイメージ先行型の表現でいまいちピンとこない部分がある。物理的には振動板の厚み、ユニットの高さの軽減、振動板前面の穴の拡大、サウンドノズルの調整と細かい調整が加えられてるね。で、低音が減少し、高音の透明感を高め、よりインパクトのあるサウンドを実現ってことなんで、実際どうなのよと思いつつ測定してみると、ウェイナー SG より低域を抑えて中高域以上を出すようになってたってことね。そうだね。ウェブの情報通りだった。リアーチップは同じタングスの搭載際で決め打ちなんですね。せっかくだからね。バンドル品に比べると低域ちょっと抑えて6から8キロあたりが多少伸びる感じなんで、スタジオエディションのバランスだと低域をもう少し出しても良さそうなんで、実機でもうちょっと試した結果を後で話すよ。じゃあサウンドチェックだね。ウェイナー SG の2モデルでの聞き比べだよね。そう、とって聞いてみたら違いが分かりづらかったんで公開するのやめようかと思ったんだけど、多少の違いはあってある意味現実味があったんで公開することにしたよ。そうですよ。せっかく撮ったんですから。それにそんなに違ったらウェイナー SG じゃなくなっちゃいますからね。それもそうだ。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。ああ、やっぱり違いが分かりづらかったね。なんだか繰り返すとよくわかるんだけど、全曲を通してキックの圧と低域の重さの違いは感じたね。ウェイナー SG オリジナルの方が重い。スタジオエディションの方が明るく感じたのは2曲目のボーカル、3曲目のバックのシンセブラス、4曲目のストリングス。ロングトーンの方が違いが分かりやすいんで、選曲の段階から考慮してさらにループ加工してみた。低域と中高域以上の差がそのまま反映されたということで、結果としては波形の違い通りということになりますよね。はい、その通り。じゃあ、スタジオエディションを聞いた印象ね。ケーブルをナイス HCK ディープスノーに変更して、イヤーチップを TRN ティップスにして聞いてみた。動産祭バランス巨バージョンに比べ少し低域が上がったように思えたけど、これはどちらがいいというわけでもなかったな。曲によっても変わるもんね。そういうこと。リケーブルはした方が広がり感が増す分聞き心地は良くなる。ウェイナー SG オリジナルがすでに世に出てるんで、やっぱりそれとの比較になるし、繰り返しになっちゃうけど、低域が少しタイトになった分全体が締まった感じになる。さらにこの帯域をオリジナルより出してきてるんで、あと一歩抜けてくれないかなみたいな部分が改善されてる。ということは、ウェイナー SG オリジナルのバランスでジャックさんと同じように感じている人におすすめってことですか？基本的にはそうだね。オリジナルを持っている人でもこの違いを把握して興味が出たら買っといてもいいと思うし、低域重視とかドンシャリが好きとか広域キンキンに抜けなきゃダメって人以外ならおすすめだよ。特にすごいと感じる部分があるわけではないんだけど、全体的に安心して聴けるバランスだから基準として持っていてもいいんじゃないかな。そもそも人気があってのスタジオエディションのリリースですものね。だよね。価格も手頃だし。そうだね。ということで、タングズウェイナー SG スタジオエディションのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。